おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問&リクエストフォームから取り上げます。フレットに関してですね、何回か喋ってるんですけれど、同じような質問が2、3来てるので、それを取り上げます。一つ目は、もう2年ぐらい前なんですけれど、コメント欄にいただいた質問ですね。最近フレットの打ち替えに調整しようと思ってますが、指板と溝のフレットタングの関係をぜひ取り上げていただきたいです。一番知りたい部分で、例えば指板の溝幅が 0.5mm だとすると、タングのくさびも含めた幅は何ミリぐらいが適正なのか。逆にタング幅が 0.6mm の場合、指板に何ミリぐらいの溝を掘ればいいのか。はじめまして、いつも、ジンさんの動画で勉強させてもらってます。素人ですが、自分でフレット交換を何度かしてみましたが、フレットを選ぶ際にタングの太さをついてたものより太いものを選んで、どうしても端が浮いてしまいます。浮いた部分には接着剤を流し込んでます。フレット用のハンマーで叩いて入れてます。接着剤もできるだけ使いたくないので、フレットの選び方、工夫などがあればご教授のほどよろしくお願いいたします。あともう1点ですね。いつも動画楽しみにしています。2年ほど前に楽器店にてアウトレットで買ったギターについて質問です。買った時からステンレスフレットの打ち込みが大雑把で使えないレベルではないものの、多少ビビりがシビアでした。よく見たらフレットが多少浮いてます。1回フレット高さ不良でメーカー修理にも出しましたが、そこは治ってなかったです。一応自分で当て木とハンマーで叩いてみましたが沈みそうにありません。もしリペアに出した場合、ステンレスフレットは抜いて溝切りして、また抜いたフレットを再利用できますでしょうか。ニッケルより硬いと言われているステンレスですが、食い切りで抜くとやっぱり曲がって使い物にならなくなるのでしょうか。エクストラジャンボフレットというちょっと見たことのない、ジムダンロップよりさらに背の高いフレットで交換品がなさそうな気がしますので再利用したいです。良い方法がありましたら教えてくださいというね。じゃあまず最初のコメント欄にあったね、要はフレットの溝が何ミリだから何ミリのものをチョイスして打てばいいのかとかっていうそういう質問ですね。この辺なんですが、結論を先に言いますと、何選んでもいいです。だいたいフレットって小、中、大。一番小さいのは幅 2.0 ミリとか。フェンダー USA とかだと 2.15 ミリとかですね。ヴィンテージタイプのストラトだとか、あとはマーチンもそうですね。一番ちっちゃいフレットがついてます。高さが1ミリですね。で、次にミドルサイズのものがあって、ミドルサイズのものは幅 2.4 から 2.6 ミリぐらい。高さが 1.2 ミリぐらいですね。で、一番最後に、ジャンボフレット。ジャンボフレットって呼ばれたり、スーパージャンボフレットって呼ばれたりしますけれど、幅が 2.8 ミリ、2.9 ミリとか、高さが 1.4 ミリとかぐらいあるもの。だいたい3つに分かれますね。何選んでもいいです。例えば一番小さいフレットがついてるからってジャンボフレットにできませんなんてことはないですし、全然ね関係なくチョイスしてます。フレットを。フレット交換ってお客様がねこう持ってこられた際に交換するフレットはどのぐらいの幅高さのやつにしましょうかっていうふうに決めるんですよ。相談するんですよ、その場で。でただその相談する時にはまだフレットを抜いてないですし、どのぐらいの溝の幅かなんてのは全くわかんないんですね。場合によっては稀にその場で1本だけ抜いてみて溝の状態を調べるなんてことも稀にありますけれど、基本的には全く元のフレットがまだこう収まった状態のままでこう話を進めていくんですよ。当然ながら場合によっては新しく打つフレットの幅ですねに対して溝の幅がゆるゆるになっちゃうってことはよくあります。ここの幅ですね。この幅が何ミリかっていう。だいたいね私が使ってるのは 0.8 ミリぐらいのノコを使ってる場合が多いです。であとはフレットの溝をクリーニングするために使うやつですね。もう一個ミニトリマーの刃ですね。あれでフレットの溝をこうクリーニングしますけれど、フ
フレット交換の手順は、元のフレットをポン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 って抜いて、指板修正をした後に、今度はフレットの溝のクリーニングを行いますね。この深さがちゃんと入るかどうかね。深さを、確保することと、接着剤とか木くずとかをクリーニングするために、フレットの溝をこうクリーニングしますね。で、その段階まで終わって、さあ、新しいフレットを打ちましょうっていう風になった時に、まず最初に、その新しく打つフレットを手で押し込んでみるんですよ。溝に対してグッと。で、その溝に対してグッと押し込んだ時の感覚によって、これもうちょっと溝の幅を広げた方がいいのかなとかっていうのがね、指先のこの力の感覚で分かってきます。もしくは、こういうジグを使って、フレットの出っ張りの部分を潰す工具があるんですよ。こんなような感じにできちゃう。で、そういう風な工具を使って微調整して、それでグッとプレスしてます。指板の溝が何ミリだからフレットはこれじゃなきゃダメだとか、またその逆ね、フレットのこのタングのこの幅が何ミリなんだからフレットの溝を何ミリにしなければいけないっていう、そういう世界ではないです。数値では言えないですね。はい。エボニー指板とローズ指板と、メープル指板がありますけれど、仮にエボニーとローズとメープル指板、全く同じ寸法のフレット溝が切ってあったとします。それぞれに対して全く同じ種類のフレットをこう打ち込んだ時のきつさ具合っていうんですか。エボニーが一番入れにくいです。その次がローズウッドかな。メープル材が一番入れやすいですかね。ローズとね、メープルどっちかって言われるとね、ちょっとどっちかなと思います。その辺は人によって違うかもしれませんね。メープルの方が硬いって感じる人もいるかもしれないです。で、あと元々の指板の劣化具合っていうんですかによっても食い込み方っていうのが違ってくるので、とにかくエボニーが一番硬く感じますね。タングをこう、潰す工具で少しこう爪を潰しておいて、で、入れたりするっていうケースが多いですね。エボニーの場合は。はい。で、次にその質問の2番目の自分でフレット交換してみたんだけれど、元のフレットのこの幅よりかは太いものを選んでもどうしてもフレットが浮いちゃいますということなんですね。浮いた部分には接着剤を流し込んで接着していますっていうことなんですけれど、このことから推測するときつすぎて入んなくて浮いてるっていうわけじゃなくて、そもそも下地の段階での問題だと思います。元のフレットを抜いた後に指板修正という作業をするんですけれど、その指板修正においてこの R、12インチ R だったら12インチ R、 この R をもう寸分たがわずもう完璧に仕上げないといけないんですね。本来はこういう風な R なのがほんのちょっとでもこういう風に隙間があったりすると、R が崩れてたりすると、新しいフレットを打った段階で必ずここは浮きますので、なので私が口を酸っぱくして言ってるんですけれど、指板修正、要は下地作りが一番大切なんですね。素人さんでよくあるのは、この下地作りの段階で 100% の精度が出ていないがために、こういうフレットの浮きが起こるんだと私は思ってます。下地がこう完璧じゃないところにいくらフレットを打ったところで絶対隙間が空いてしまうものなので、この隙間が空いた部分はどうしてもこう入れてもビヨンってこう浮いちゃうと思いますから、それを仕方ないので接着剤を流し込んで無理やりこうグッと保持させてるっていうことなんでしょうね、おそらくね。なので、太いものを選んでどうこうっていうよりかは、指板修正段階での精度を完璧にしてください。そのように積み重ねていけば、絶対こういう隙間はなくフレットが打てるはずです。フレットってこう直線状のものをペンチとかでこう12インチ R とかにこう曲げて、でそれで打つんですけれど、
その場合も曲げ具合が12インチ R よりかは浅かったりね、ちょっとこう浅いフレットで打ってしまうと、こう両端が浮きやすくなります。これは普通のニッケルシルバーのフレットの場合ですけれど、これが12インチ R なんであれば、新しく打つフレットはこの12インチ R よりかは少しだけきつい R、ほんのちょっとねきつい R にして打ってます。でこれはなぜかっていうと、大抵フレットの端って浮きやすいんですよ。なので若干こうきつめの R にして打った方が保険になるんですね。フレットの端が浮くってのも、フレットが浮くんじゃなくて指板がフレットから離れていくケースが多いっていうのは話しましたよね。それも前の動画ご参照ください。でこれはニッケルシルバーの場合ですね。で、これがもしステンレスの場合、極力ぴったりに合わせた方がいいと思います。あとその溝に対して適正な力で食い込むぐらい。でそれはなぜかっていうと、ステンレスの方が硬いんで柔軟性がないんですよ。ニッケルシルバーのフレットだと多少R がめちゃめちゃこうきつかったり、もしくは浅かったりしても、こうガン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 って打っていけば指板に対してこう収まってくれるんですね。よく工場のね、動画とか昔の動画とか見ると、もうカン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 ってこうもう流れ作業でやってるじゃないですか。まっすぐなフレットだから、そんぐらいアバウトにやってもニッケルシルバーだとちゃんとこう馴染んでくれます。で一方ステンレスの場合は、そういうふうにアバウトにやってしまうとなかなか馴染まないので、馴染まないっていう言い方はおかしいのかな。なのでステンレスのフレットの場合はやっぱり手間もかかりますし、それだけ技術量も高くなってしまわざるを得ないっていう感じです。はい。で最後に2年ほど前に楽器店で買ったギターについて、最初からステンレスのフレットが打ってあってあまり状態が良くないと。精度でしょうね。でよく見たらフレットが多少浮いてます。この方の質問は、1回抜いたステンレスフレットを再利用できますかっていうことなんですが、再利用はできません。こう抜く段階でね、ニッパーの傷がついたりとか、そういうこともありますし、指板がこうでフレットがこういう感じですよね。ここっていうのは完璧に今合ってるんですよ。寸法が全くずらさずにジャストに合った元の位置にもう一度打つってことはほぼね不可能じゃないな、非常に難しいです。もう一回打ったやつをよーく見てみると、フレットがこうあって、角っこの部分ね、ここね、ここの部分が微妙にはみ出てたりとか、もしくは微妙にこう奥まってたりとかね、つまりこっち側がはみ出るってことですね。っていう風な感じでズレが生じることもあるので、再利用は基本的にできないですね。抜いたフレットを再利用するシチュエーションっていうのは、ある特定のポジションだけ低い場合で、その低い原因がフレットが指板に対してめり込んじゃった場合とか、特定のポジションだけ指板に対してこうちょっとめり込んじゃった場合、フレットをまず一旦ポーンと抜いて、このへこんだ指板の部分ね、つまりフレットが乗っかってる部分の範囲のところをアロンアルファとかそういったものでこう平坦にするんですよ。その平坦にした上で一度抜いたフレットをもう一回打つっていう、そういう作業はしたことがあります。まず全部のフレットを交換するなんていう時はもう絶対元のフレットは再利用しません。はい。で、それからエクストラジャンボフレットっていうちょっと見たことのない、ジムダンロップよりさらに背の高いフレットで交換品がなさそうな気がしますっていうふうに書いてあるんですけれど、これはね、多分本人の思い違いじゃないかなと思うんですよ。ステンレスフレットで有名なのはジェスカーのフレットとか、
あとフリーダムさんのフレットですね。ちょっと余談ですけれど、フリーダムのフレットがもうここ数ヶ月前ぐらいから品切れなんですよ。再販されるの待ってるんですけれど、サウンドハウスさんとかからの連絡によると、生産予定なしっていう風な答えが返ってきちゃったんですね。これ再販するのかどうかわかんないんですけど、私フリーダムのステンレスフレット好きなんですよ。こうチョーキングした時のヌメッとした感覚とかね。まあもちろんジェスカーもいいんですけれど、ジェスカーよりかはどっちかっつうとフリーダムのフレットの方が少しね柔らかいというかタッチが。はい。で、余談になりましたが、フリーダムさんのステンレスフレットで一番幅広は 2.8 ミリですね。インチ規格だと 2.79 ミリ。国産ミリ規格だと 2.8 ミリが一番幅広ですね。で高さも 1.4 ミリですね。で、ジェスカーのフレットで一番幅広はこちらも 2.79 ミリ、つまり 2.8 ミリですね。で、高さがジェスカーの場合は 1.45 ミリですね。このどちらかをチョイスすれば、もともとついていたこのステンレスのフレットと同じ幅、高さのものが入手できると思いますので、多分大丈夫だと思うんですけれど、他にももう一つブランドがどっかありましたね。ステンレスフレットで。どこだったかな思い出せないんですけれど。確かそこのフレットは一つのパッケージに確かね36本とか、結構な本数がね入ってたんですね。これはね非常にリペアマン側からすると嬉しいっていう感じなんですよ。それはなぜかっていうとフレット交換の場合に 1,2 本ね失敗してしまって新しいフレットを破棄せざるを得ない場合があるんですよ。例えば24フレット仕様のフレット交換であれば26本とか27本とか、2、3本はね余裕が欲しいんです。24フレット仕様のギターに対して24本入りの、ジェスカーのフレットを使うとなると一度も失敗できないんですよ。なので非常にプレッシャーがかかるんですね。ぜひ2、3本余裕を入れてください。よろしくお願いします。はい。ということで、代わりのフレットがないっていうのは多分探せばあるんじゃないかなっていう気はします。はい。ということで、まとめですけれど、フレットの打ち替えを自分で挑戦して、どうしても隙間ができてしまうとか、フレットが浮いてしまうっていうケースは、その原因のもうほとんど多くは、下地の段階での精度が完璧に出ていないためだと思います。あとそのフレットの溝がきついんであれば、フレットのタングを圧縮するね、工具を使ったりとか、もしくは、タングの部分をヤスリでね、少し平らにしてあげるとかね、そういう微調整をして、いい具合でグッと食い込むような感じにしてあげて、それで打ちます。抜いたフレットを再利用できるかどうか、再利用はできません。先ほど言った特殊なケースであれば、元のフレットをもう一回再利用するっていうことはありますけれど、要は戻すってことですね。エクストラジャンボフレット、代替品がないんじゃないかということなんですけれど、一番でっかいサイズを選べば、もともとついていたステンレスフレットと同じなんじゃないかなというふうに思います。フレット交換に関しては本当に日々勉強ですね。未だにたまにね、なんか新しい発見があったりとかね、そうかっていうようなこともあります。なのでフレット交換は難しいです。仕上がりの完成度を極めるんであれば一生修行ですね。難しいからこそ楽しいですね。楽しいんですけれど嫌になることがありますね。ネックのね、ヘッド折れもそうなんですけれど、同じような修理の作業ってなぜかね、一度に2、3本来たりするんですよね。なぜか知らないんですけど。で、フレット交換もそうなんですよ。前もね、1週間にね、合計3本やったことがありました。ついこの前かな。こりゃいいやと思って、同じ作業だし、3本同時にやれば、
まあ多少普段よりかは早く完成するかななんて思ったんですけれど、単純に3本分の時間がかかりました。当たり前なんですけれど、はい。さすがに3本もやると手がね、痛いんですよね。指先とかね。フレットの端っこを丸める作業とかね。はい。ということで、以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは、メタルどうでしょうもよろしくね。